皆さんこんにちは。権野屋おむすび権野ゆいでございます。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。さて3回目となりましたいにしえ日記。1回目2回目と舞踊家さんの本をご紹介いたしましたので、今回は研究者の方の本をご紹介したいと思います。どうぞご覧ください。今日ご紹介いたしますのは国立劇場監修日本の伝統芸能、こちらの本です。こちらの本はですね、日本舞踊の他にも雅楽や能や歌舞伎、邦楽のことなどいろいろなことが書かれているんですけども、その中に日本舞踊は邦舞ということでご紹介されています。各ジャンルごとにね執筆者の方が違うんですけども、邦舞に関しては戸部銀作さんがお書きになっています。戸部銀作さんと申しますと、3代目の市川猿之助さんがスーパー歌舞伎で宙乗りを復活されましたけども、そのきっかけを作った方って言われていますね。それとねちょっとどうでもいい話題なんですけども、この戸部銀作さんと坂東玉三郎さんと私権野ゆい、誕生日が一緒なんですね。誕生日を見ていておおって思ったのでちょっとお伝えしました。はい、それではね日本舞踊のところご紹介したいと思います。今までねいにしえ日記1回目と2回目で舞踊家さんの本をご紹介しましたけども、その中でお二人とも玉三郎さんも三五郎さんもちょっと同じようなことをおっしゃっていたと思うんですね。でそれは日本舞踊の特色であると思うんですけども、この本の中で日本舞踊の特色がまとめてすごく分かりやすく書いてあるので、ちょっとそれをねご紹介したいと思います。邦舞は世界各種舞踊のうちで最も難しいものだと思う。また我が国の伝統芸術の中でも一番大変だとも言えよう。邦舞には大雑把に言って心、性根、表現、形、動き、間、位置、流れの8つの要素がある。しかも平均して2秒に1つぐらいの変化があるから、1曲では何百箇所にも達する。その上媒介するのは自分のあらゆる体の機能だけである。だから完璧の舞台は不可能に近い。我々の計り知れない高い山に登ろうとしているのが邦舞である。そこに邦舞の特色がある。鑑賞する方でもその8つのポイントがいかに踊られ回れているかに注目する必要がある。以下簡単に8つの中心点を説明しようということでね、ここから8つの説明に入っていきます。心、8つの要素があっても邦舞の究極は演者の心を踊るものである。邦舞は誰に見せるものでもなく、結局は自分自身に見せ自分自身を踊るものだ。もし踊り手が非の打ちどころのない舞台を演じたと自分で思ったら嘘を言っていることになる。今日では神格化されている六世尾上菊五郎でもおそらく自分の満足した踊りは一生のうちに数えるほどしかなかっただろう。それを知っていることが彼の名人たるゆえんでもある。その時世まだ足りぬ踊り踊りてあの世までは、六世菊五郎の好きな踊りをこれからも踊りたいという気持ちではなく、彼が邦舞を通じての求道心のいまだ至らざりしことを歌ったものだと思う。したがって邦舞を踊るにはまず自分自身に見せ、自己との戦いに勝たねばならない。自分はうまいだろう、美しいだろう、いいところを見せてやろうと思って踊ると、その舞台の多くは見る者に不快な気持ちを与え失敗する。もっとも
法部そのものの本質を突き詰めると見物はいらない。自分自身が相手なら上手でも下手でもその人の踊りや舞は見学がいなくても成立する。その日の舞台の出来不出来が一番わかるのは自分のはずだし、自分のあらゆる体の機能を使うから長所短所が一番出やすい。こう考えると法部は演者の持っている最も内的な心を踊り舞うのは当然であるって書かれてますね。心、自分自身の体で自分自身の心を踊り自分に見せる。すごいですね。日本のいろいろ道のついている文化ありますけども、そういったものとちょっと共通する考えがあるように思いますね。はい。では2番目に性根。歌舞伎舞踊はもちろんだが、上方舞でも演じる役の規定されている場合が多い。その時扮する役の性格、境遇、その場その場の気持ち、感情を性根という。いくら他の点は巧みに演じても、そうした性根が出ていなくては人形や絵に描いた餅になる。仏作って魂の入らない踊りになる。善行の心同様、内面的な要素だが、心は踊り手個人のもの、性根は踊る役に由来するという違いがある。演じる役柄の感情、そういったものを性根ということですね。そして3つ目、表現。これも性根同様、法部は演劇的要素が濃いため要求され、性根とは最も密接な関係にある。いかに性根を知っていても表現が至らないと、その性根が見るものに徹底しない。性根と表裏一体、性根を内面的なものとすれば表現が外面的なものだ。しかし性根を感じるためには表現しかないほど完全一体ではなく、表現も性根以外のいろいろな事象を表さなければならない。法部ではこの世の中にあるすべてを表すことがある。したがって外形的にいかにそれらしく見せるかが必要である。歌舞伎の演技にはモノマネ的要素が強いと言われているが、法部でもモノマネ的な形、動作が多い。それは法部の特色でもある。法部ほどモノマネ性の多い舞踊は世界でも珍しいだろう。法部、特に歌舞伎舞踊では振りという要素が濃いとされる。その振りはつまり表現である。はい、続いて形。法部の見た目の美しさを見せるのが形である。もちろん歌舞伎の特色だが、より以上法部の特質になっている。歌舞伎以上に美を追求している法部で形が重要視されるのは当然だ。また江戸系舞踊に比べ上方舞の方がさらに形の良し悪しは誰にも分かり、うまい下手を論ずる最初のキーポイントだ。良き形を見せうるのは持って生まれた体質にもよるが、やはり練馬がものを言う。良い形を見せるには決まった時がもちろん重要だが、それへ至る過程もおろそかにできない。はい、これが形ですね。そしてね、ここに前回三五郎さんがおっしゃっていた女性は女性の舞の良さがあるっていうことをおっしゃっていたと思うんですけども、似たようなことがここにも書かれていましたね。歌舞伎や法部は女形によって発達し、男性の扮する女形がいかに美しき形を見せるかで努力してきた。したがって女性の踊る女役では男性の女形同様な良い形を見せるのは難しい。だがこの点において考慮を払っている舞踊家は少ない。現在舞踊家の 90% 以上は女性だが、
男性により発展した邦舞の古典曲をほとんどそのまま男や女に扮して踊っている。他の点はともかく、この形や次の動きでは女性によるハンディキャップは明らかだ。今までの振りをもう一度考え直す必要があると思う。というわけでですね、この舞踊家の 90% 以上女性ということですけど、この本がいつ書かれたんやったかな、昭和48年に書かれてますので、51年前ですかね。51年前の段階でもう舞踊家の 90% は女性だったようですけども、私も女性の一人ではありますので、ちょっと研究していくのも面白いかなっていうふうに思います。で、次いきますね。次、動き。動きはどの国の舞踊にもつきもので、舞踊そのものを表している。邦舞は比較的動きが少ないとされているが、流儀、演目、時代によって違い、動きの少ないものばかりとは言えない。だが、画一的な動きには向かないから、集団的な動きである群舞で外国舞踊に劣るのは是非がない。はい。そして、邦舞の動きでは、重い衣装や動作に不自由な紛争して動く難しさがあり、ゆったりした動きの中で他の要素を表すという困難さも伴う。特に動きの中にも美を要求されるので、少しのミスも許されない。また、単に動いたのでは邦舞として落第で、例えば歩くところでは舞踊的に形をつけた歩き方が要求される。そして次に間。間は動きと違い、外国の舞踊にない邦舞独特のものと言える。もちろんこの間は邦舞だけでなく、他の我が国の古典芸術、能、歌舞伎、人形浄瑠璃、狂言、邦楽などにも存在する日本伝統芸の特質でもある。突き詰めれば、空間に芸の本質を求めようとする日本的なるものの表れだ。邦舞の間には伴奏演奏に合わせる間もある。西洋音楽と違い、演奏者によって異なり、同じ演奏家でも時と場合によって違う邦楽の間に合わせるのが第一に難しい。また、踊り手同士の間を合わせる必要もある。さらに、上間、普通の間のことですね、に入って踊るのではなく、間を早くしたり、遅くしたりすることも練達者であるならば要求される。観客に思わず息を詰めさせるのは、演奏者と踊り手たちの間がぴったり合うことも必要だが、高等技術としてうまく意識的に間を外して成功した場合は、より異常簡単させうる。間を意識的にずらすことは古い踊り方の一つでもある。ぴたり合う時でもうまく外す場合でも、口では言い表せない面白さが間ということになる。で、7つ目の位置ですね。はい。一人で踊る場合の多い邦舞では、なるべく中央で演じ、古典の正しい振り付けであればあるほど、左右の上手、下手へ同じ程度に動いて位置を無駄なく使う。中央を外した踊りでは、いかに他の点で良くても見た目の感じは悪くなるし、偏った方向だけの振り付けでは演者がうまく踊っても印象が悪くなる。そして最後に流れですね。他の要素がうまくできても、この流れがなく、時々停頓したり流れすぎたり変化しすぎたら良き舞台とは言えない。舞踊家の講説、年季のあるなしは流れによって一番判断できる。流れのある踊りは他に多少の欠点はあっても観客を舞台へ引き込ませてしまう。流れはつまりリズム感で、西洋舞踊ではこのリズムを重視するが、邦舞でも大切に扱われている。だが邦舞では
流れは要素の一部分に過ぎず、たとえリズム感のある流れがあっても、他の点が悪かったら表面だけのふわっとした舞台になり、深みがなくなる。ここにもまた法舞の特色と難しさがある。以上8つの要素をいかに調和させてみせるかが日本舞踊である。ということですね。すごいですね。なかなか日本舞踊やっぱり一言で言い表せませんね。この8つが上手に調和していることが日本舞踊であるっていうことなので、すごく本当に難しい究極の舞踊だと思います。誰も登ったことのない高い山に登ろうと挑戦しているっていう風にね書いてありましたけどもね、なんかね、私もエベレストに登るつもりでちょっと頑張ってみたいなと思います。そしてですね、先ほどは特色、8つの特色を申しましたけども、その8つの特色を表すその技法を少し紹介されていますね。で、技法といいますか、もともと日本舞踊は舞と踊りと振り、この3つが組み合わさってできている舞踊っていうことは広く知られていることだと思うんですけども、その3つがさっきの8つの要素とうまく絡み合いながら動いているってことをその後に書かれていますね。まずね、その3つの説明ということで、大雑把に言えば、舞は意味のある内面的な描写、振りは意味のある外面的な表現になる、踊りは意味を伴わない表面的な動きである。これは舞、振り、踊りという言葉を最も根本的、基本的に捉えた概念だ。この3つが組み合わされ、応用されて表出されたものが舞台で見られる舞、振り、踊りになるということですね。そしてこの舞と振りと踊りというものは純粋にそれらが独立しているわけではなくって、舞の中にも踊りの要素があったり、振りの要素があったり、いろいろなそういうバージョンがあるので、だいたい49パターンそれがあるらしいんですね。でそれが一言で舞はこうだ、踊りはこうだっていう説明、大雑把な説明はみんなできるんですけども、振りを見た時にそういったところがはっきりとみんな同じ答えが出にくい、それが日本舞踊の難しさになっているんではないかなっていうふうに書いてありました。舞、振り、踊りの3要素についてはおぼろげながら分かっていながら見解がまちまちなため、結局おのおのの何を意味しているかがはっきりせず、ひいては法舞とは何ぞやの答えも人によって曖昧になっている。法舞の本質を探るためにもそうした根本的な研究が必要だと思うっていうことで、ちょっと私古い本しか読んでないので、今もっと新しい研究でなされているのかもしれませんけどもねそしてこの章のまとめとして、法舞の特色となっている8つの要素、心、性根、表現、形、動き、間、位置、流れに舞、振り、踊りのどれが強く入っているかを考えるのも法舞探求への一つの手がかりになる。まず心は舞、性根は振りと舞、表現は振り、形は舞と振り、動きは踊り、舞、振り、間は踊り、舞、位置は振り、舞、流れは踊り、舞という関係が深いと考えることができよう。ごく内面的な深みのある心を探るのは舞である。性根は演劇的な位置を持つが、外面的な感性を訴える振りと内面的な理性に沿う舞とがある。表現は表面的な描写であるため、振りそのものであるかもしれない。形は
ホーブが一般的に最も外形的に目につく描写だが、これには表面的な振りと内面的な舞の各々から発した形が成立する。間はホーブの中の古典曲が西洋舞踊のリズムに匹敵する日本古典舞踊独特の踊りの部分である。粋という我が国の古典技術のみにある根本的な技法から発したリズム感を伴っている。そのテンポがどうあろうと、これは洋舞に比べホーブだけに存ずるリズムと言えよう。つまり踊りの部分に相当するが、同時により内面的に描写された場合には舞になる。位置は形と共通点があり、その場所を占めるための理念により、振りに相当する外形的なもの、舞に相当する内面的なものに分かれる。つまりその位置をなぜ占めるかの必然性によって、振りか舞の分類ができると言えよう。流れはごく自然的に洋舞に匹敵するリズムと考えれば、ホーブを代表する踊りと決めることが可能だが、同時にホーブにある内面性を考慮した場合、舞によっても流れを保つ必要が生じる。このように考えると、ホーブの技法を考察すれば、我々が知識とせねばならないホーブとは何であるかへの回答におぼろげながら糸口を与えてくれよう。もうちょっと頭こんがらがってきましたねもうちょっとややこしいですけど、結局こうだっていう一つの答えはなかなか導きにくい奥が深いものであるってことはよく分かりましたね。なんで舞踊を踊る人の考える日本舞踊とはっていうのと、また舞踊を見て楽しむ方たちが思う舞踊とは何やっていう答えはまたなんかいろいろ変わってくるような気もしますので、またねいろいろと意見交換なんかしてみたいものですね。でまたこの答えが見つからなくずっと山頂までたどり着けないような感覚、こういったものがねこの日本舞踊の楽しみなのかなっていうふうに思いますので、私もこれからも楽しんでいきたいと思います。それでは今日はこういった本のご紹介でした。